黄昏の空へと向かい、追いかけてくるのは、忘れたふりをした影たちのざわめき。今夜は模型世界のイデオロギーで、あなたの記憶をそっと揺り起こします。皆様こんにちは。すぐみモデラーのたまです。今回は長谷川製、ジャガー XJR9 を製作しますよ。1988年のルマンを走った名車。美しい紫が特徴的。そうそうたるメーカーが頂点を目指していましたね。リミテッドエディションの文字が誇らしげです。限定品の割にはいつでも売っている気がしますが気のせいでしょうか。開封すればいつもの完全ホワイト仕様。ここでほとんどの新規モデラーが箱を外辞することになります。なんだか傷というかバリというか精度が甘い見た目のクリアパーツ。これは苦労しそうな雰囲気が溢れ出てございます。長谷川様お得意のひとまとめ梱包。これってパーツ同士が引っかかって破損していることがあるんですよね。7カ国に対応した説明書。こんな白黒の写真でさえタバコロゴをベタ塗りで隠す世界の謎ルール。模型のタバコロゴを見て吸いたくなったなんていう人いるんでしょうか。パーツ数は71。カラーリングはバーコードバージョン。紫のバーコードと黄色のラインはデカールで再現できるようです。以前タミヤ様の XJR9 も作ったことがあるのですが、このカラーリングをデカールで再現しようと思うのがそもそも無理があります。使わないパーツも多数ございます。以前に余剰パーツを団長の思いで廃棄しましたが、また最近増えてきたんですよね。塗料リストにはメインカラーの紫に必要なパープルとマルーンが表記されていますね。こうやって見ると部品数も少なく余裕かと思っていた私がいます。しかしこのキットの本質は絶妙な面倒くささ。思いもよらぬ苦戦が待ち受けていたのでございます。久々に現場に足を運んだ黒猫。カマ鈍ったのかパーツだろうがデカールだろうが問答無用で踏んづけてゆくスタイル。かつての優雅な足取りはいずこへ。まるで、ここは私の散歩道でしてよ。と言わんばかりの破壊神。一つ残らずふんわり粉砕してゆくのでございます。こういう風に引っ掛けた時にパーツが破損するんですよねきっと。だから撮影しながらプラモするなとあれほど。古い設計のキットなのか全体的にもざりとした感じ。コックピットのピラーがないのがちょっと心配。シャシーくらいは黒の成型色でお願いしたいところですね。しかしステアリング機構さえ省くシンプルな構造。さすが戦車に乗るのが乙女のたしなみを形にした長谷川様。今も昔も狂気の世界に慣れ親しんでいますね。ランナーには余剰パーツが多数紛れ込んでいて、余計な仕事を嫌顔でも楽しむことができます。シンプルな構成なのにあまり見たことのないパーツがあり楽しめそうです。泥臭い武骨なホイールには武骨な針が張り付いていますね。一応カウルの歪みはなさそうですが付属パーツとの精度はいかがなものでしょうか。パネルラインは細くて浅いご様子。これは筋彫りに時間がかかりそうですね。配給パーツ様の薄皮引き裂き専用器具。実際の拷問で言うと、たった 0.15 ミリ幅の溝を永遠に掘られる苦痛。筋彫りという名の取り調べが始まります。見るからに冷たく、処刑台に置いてありそうな風貌。静かな威厳で四六時中あなたを見てございますのでご注意を。はい、ここを掘りますからね。斬首ラインはこちらになります。みたいな仕事を淡々とこなします。ご希望とあれば中世ヨーロッパ拷問コースもご用意してございますのでお気軽にお申し付けください。さあこれから美しい悲鳴を聞こうと思ったらヨドバシから荷物が届きました。タミヤ様のスプレー缶のようですね。どうしても紫を朝食するのが面倒だったので一か八かこいつで塗ってみます。
もう一つ期待のアイテムがこちら。鉛筆用のグリップなのですが配給パーツ様の筋彫り工具に装着しようと企んでございます。細く滑りやすいので握りにくいんですよね。無駄に力が入って脱線しやすいので困っていました。これは素晴らしい。優しく握る拷問器具に愛が詰まっているようです。これなら脱線しないなと思ったら普通に脱線してましたが、きっとバレてないので問題なさそうでございます。すっと入ってカチッと決まる。前世の使命を忘れ、微妙に反抗的な魂を宿してしまったせいで、わずかコンマ数ミリの隙間を生み出してしまいます。削っては装着して確認の繰り返し。正直言うと何度やっても少し隙間が開くので諦めました。驚愕の事実。先ほどのダクトは余剰パーツらしく、少し形状の違うダクトを使うと知ったのは接着した後でした。知ったこっちゃね。筋彫りや散り合わせに時間がかかって裏打ちする時点で結構な日数を要しました。いつものようにタミヤ様のフラットブラック、ペール缶で購入したいくらいに信頼してございます。黒猫が退屈そうに作業部屋をうろうろ。あっちで遊んでくるよ、と背中が寂しそうです。ちょっと息抜きに私も日の光を浴びに行きましょうか。冬の毛並みになったけど縁側は暖かいね。ちょっと小1時間ほどあなたとのんびり過ごしましょうか。その自慢の長い尻尾も嬉しそうですね。これが余剰パーツの皆様。同じ XJR9 だとは思いますがどんなレースバージョンなのでしょうね。このキットは結構手間がかかるやつでして、針の誤差がなかなかのものです。ホイール内部にも珍しい形状の針が残っていてちょっと育てたくなる衝動。ヘッドレスト裏の針は見逃すとカウルが閉まらなくなるので注意。いつもは平気で起きてられる深夜の作業も今夜は限界のようです。さっさとお布団へ退部してきます。そして翌日、帰宅しても集中力散漫で余計なことをしがちでなかなか進みません。しかし裏打ちした美しい黒は私を迎えてくれました。はみ出したフラットブラックを拭き取るのはミスターカラー薄め液。なぜかタミヤ様のアクリル用シンナーだと落ちないんですよね。あまり神経質にならなくても、この後に吹きつけるアルティメットホワイトの隠蔽力が強力なので適当で大丈夫です。適当に説明書を見ていたので今まで気がつきませんでしたが、このフロントダクトの形状がルマンタイプでは異なるらしく、大幅にカットしろとの指示。キットの形状はこのように反り立っているのですが、箱絵で確認するとダクトの入り口はストンと切り落とした形になっています。しかしこの複雑な形状をカットしろってどんな無茶ぶりしてんだとご立腹。
こんなもん無視して先に進むのが精神上よろしいかと。カウルを塗ると同時に小物類も一緒に済ませるので下準備。やはり塗装は一度で済ませるのが一番効率的ですからね。ウイングを固定するのに便利なクランプ。これは海外の視聴者様からも人気のようでよく質問をいただきます。ホームセンターの木工工具コーナーに行けば大抵売ってますので気になる方は概要欄で。そういえばこれを載せてませんでしたがまたすぐ忘れて載せないままだと思います。基本的な塗装の選別はこれだけ。なのに焼けに時間がかかってしまいました。TS37 ラベンダー。タミヤ様の XJR9 ではこの色を使っていたのでそのまま活用しようと思います。多少色が違っても大丈夫。そんなこと気にするのは作った本人だけです。たまたま家にあったストローなのですが、これがまたスプレーノズルにジャストフィット。なぜかもう一本あるので100均などで探してきます。このラベルを貼るだけでクオリティ爆上がり間違いなし。思う存分振りまくってガスを抜いても一晩くらいは放置してください。そしてその間にアルティメットホワイトでカウルを染め上げます。想像よりもデカールの量に驚きます。しかしそのほとんどがメインカラーの紫でスポンサー系は少ないようです。正しい発音はジャグワー。やけにこだわりを見せる長谷川様。小文字のはなんてタイピングできることすら知りませんでした。このフロント周りの紫をデカールで貼れとの無理難題。のっぺりとしたプロトタイプマシンですがそれなりに複雑な形状。しかもヘッドライトは紫に塗れともわけわからんことになってます。箱絵で確認してもやっぱフロント周りは塗装するに限りますね。しかしこのキットは箱絵でかなり損している気がします。もうちょいかっこよいアングルからの描写にした方がいいでしょどう考えても。スプレー缶から摘出したタミヤ様の紫。デカールと比べると、なんだか違う色の、いや間違いなく一緒の色ですね。今更マジで調合とか面倒すぎるので紫のツートンになってももう知らねえ。コピーしたデカールを使ってイエローのライン位置を確認します。そこが紫の塗り分けラインとなるわけですね。この複雑な曲線の連続。フロントフェンダーに貼るラインは慎重に位置決めしないととんでもないことになりますよ。
作業は順調に進みました。ここからはシャーペンでカウルに直接ラインを描いてみましょう。ここは単純なラインなので支点と終点を決めればまっすぐ描くだけですね。この紫は気まぐれなデザイナーの遊び心ではございません。胸の奥をざらりと撫でるような、タバコ会社、シルクカットの名残です。国によってはタバコ規制で名前すら許されませんでした。だから彼らは言葉を捨てて、紫という単色だけで自分を語る道を選びました。ベースによってはロゴを剥がされ、まるで素性を隠した娼婦のように。皮肉なものですね。禁止されるほど美は濃く香るものですから。紫のジャガーは、黙っていても記憶に焼き付き、少し危険で、少し上品で、そして誰より早かった一つの物語なのでございます。よく晴れた休日の午前中、たまには車に乗ってみましょうか。いやいやこんなお天気なら自転車にしましょうか。行き先不明のその時次第。そうと決まれば準備してきましょう。と思ったのですが急に思い立ってスーパーカブのプラグ交換。次期通勤車両が物価高騰のために買う気が失せたので名措置です。かれこれ18年ほど乗っていますが、これでまた10年はいけますね。ガスが抜けたのでスペアボトルに移し替えてみましょう。いちいちジップロックに溜め込まなくても直接スペアボトルに吹きつけるのも良いのですが、初めて摘出したのがこの方法だったのでずっと変えずに生きてまいりました。基本的にはスペアボトルがちょうど満タンになります。こんな変態的な作業誰もやりたがらない。勇敢な変人。悩める変態。プラモ界隈の闇が見えた気がします。マスキングが完成しましたね。早速摘出したラベンダーを吹きつけてみましょうか。希釈率は1対1。よっぽど濃い塗料じゃない限りこの比率でございます。タミヤ様のスプレー塗料を希釈するときはレベリングシンナーを使っています。なぜか塗膜がこんなことになってしまいました。塗装前にパーツを洗浄したのにこの結果。これは一度削り落とさないといけませんね。よく確認するとボディにも同様のシワができていました。不可解な謎が増えましたが塗装の序盤で助かりましたね。ぶつくさ言いながら修正作業をしていたら黒猫が心配している様子。ごめんなさいね。予想よりもはるかに進まない作業に少し気分もめいっているのかもしれませんね。再度吹き直して今度は成功。一体何の罰ゲームだったのでしょうか。
ようやく塗り分けを終えることができました。調子が良い時ならこんな作業なんて2日目くらいには終わっているというのに。とりあえず塗り分けの段差だけ削り落としてデカールに備えます。愛用しているオルファのナイフを追加購入してきました。買えばは常にストックしておかないといけませんし、ナイフ本体も2本以上あると便利です。切れ味最高の1本と、交換して2分に降格した1本を使い分けるのがコスパがよろしいかと。そして初めて見たこいつ、刃先の形が異なる3種類用意されているようです。湾曲している刃はパネルラインをまたぐデカールをカットするのに使えそうです。まるで武器のような美しい刃先に私の心も高揚しています。彫刻刀みたいで懐かしいです。そして少し以前に発見して気になっていたんですよね。円形に切り抜くことができるコンパスカッター。うまく使いこなせたらホイールのリム部分だけマスキングすることもできるかも。でもなかなか使い道がわからないので存在を忘れないようにしなきゃね。作業の合間に細かい部品もまとめて塗り塗り。ようやくデカール作業に入りました。位置合わせが面倒そうなのばかりなので集中しないとですね。まずはこの基本となるイエローのラインから貼ってみましょう。デカールフィクサーで滑りを良くしておかないと、細いデカールなのですぐに切れちゃいますよ。ここの位置合わせが全てに影響します。まあ失敗したところで多少ラインがずれるだけですのでお気楽にどうぞ。テールランプ周辺のイエローデカールも位置合わせがシビア。このキットはやけに手間がかかる印象。こんな高難度キットだと分かっていたら手を出してませんでしたね。棺桶に片足突っ込んでいる自分を笑います。位置合わせの最高難易度かと思っていたフェンダーのラインでカール。奇跡的にバッチリ決まって逆に動画映えしないことに悩んじゃいますね。炎上商法専門モデラーを目指すのもよろしいかと。もっと苦戦するかと思っていたら案外すんなり進みました。最近ちょっと集中力が散漫になっているので睡眠を長めにとることにしています。帰宅すればまたデカールを貼る作業。シビアな位置合わせが続くので労働とよく似た感覚になってまいりました。リアカールの3分割された大きなデカール。ダクトを目印にして貼ってみます。デカールフィクサーと軟化剤でベッドベッドのギットギト。こりゃひどいありさまなのでさすがに心配になってきました。ちょっとイラつくほどに密着しないデカール。長谷川様のデカールってもっと貼りやすかった気がするんですけど。またドライヤー攻撃しますか？ビビる黒猫。これぞプラモジェノサイド。まさに鬼畜の所業でございます。1980年代、耐久レースの世界に、獣の息吹を取り戻したマシン。
深い紫をまとっていたのはイギリスのシルクカット。タバコ広告規制前夜の、退廃的でどこか危うい香りを漂わせたカラーリングは、今となっては、最後の妖艶と呼ぶのにふさわしい姿。心臓は7リッターの V12。まるで紫に染まるサキュバスのように美しく、胸の奥をざらつかせるサウンドでございました。速度だけでなく、長時間を耐える静かな狂気を内側に宿し、歴史に刻まれたのが1988年のルマン。まるで冷たい水に手首まで浸されるような緊張の連続。しかし彼らは夜を切り裂き、白明の光へと帰還します。最終的にポルシェが支配していた時代を終わらせ、ジャガーに31年ぶりの総合優勝をもたらしました。紫のシルクが風を裂いてゆく姿は、どこか背筋がひんやりするほど純粋な執念の象徴でした。時代が変わり規制の波が押し寄せ、カラーリングも歴史の彼方へ沈みました。シルクカットジャガーの2号車が走り抜けたルマンの夜の残り火は、今も静かに燃え続けております。ジャガーはイギリスを代表する高級車ブランド。その始まりは1922年、ウィリアム・ライオンズによって設立された小さなサイドカー製造業でした。しなやかで優雅、そして瞬発力を秘めた動物、ジャガー。この名がブランドの哲学そのものとなります。ヤン・ラマース、ジョニー・ダンフリーズ、アンディ・ウォレス。彼らの歴史を調べるだけでも、思いがけないつながりを知ることができて興味深い時間を過ごせました。トム・ウォーキンショーレーシング。1976年にイギリスのオックスフォードで設立されたレーシングチーム。4度のルマン総合優勝。1997年には日産 R390GT1 の開発を支援しました。しかし2002年に終焉を迎えます。F1 チームのアローズを購入したことによるコストが原因とのこと。興味深かったのは1997年の WGP でケニー・ロバーツのチームが走らせた2ストローク3気筒マシン。このエンジンを開発したと知り、久々に当時のレースが見たくなってきました。このキットは無茶なデカール指示が案外ございまして、余ったデカールで補修をすることで自我が保たれます。本日は実家に立ち寄りついでに、天下一品のこってりラーメンで晩餐会。タレとクナの辛ラーメン ASMR。DJI 様のハイポテンシャルマイクの無駄遣い。なんか視線を感じると思ったら、誰やお前。
健康診断で脂質の数値が爆上がりしていたのでスープ残しました。ということは実質カロリーゼロということですね。1リッター特大サイズのプロユースシンナー。これしかなかったのでシャーなしで買いましたが、もうこんなに減ってしまいましたね。特大サイズでは使いにくいったら揚げしないので小型の容器に入れ替えています。それではクリア塗装と参りましょうか。乾燥待ちに小物系を仕上げていきます。こういうメーターや車内のデカールってやけに面倒に感じるんですよね。最近はこだわってぐいぐい押し付けて貼るよりも、マークソフターを垂らして放置した方が綺麗に仕上がることを学習しました。またしてもカーモデル制作面倒くせえランキング上位のクリアパーツ。ヘッドライトレンズの枠を塗っていると目の焦点が定まらないんですよね。うわだっぷ。めんどくせえ。窓枠塗装の指示があるのに窓枠マスキングが梱包されてないんですよね。こういうのがあえて入れてないのはモデラーのスキル向上という名のコスト削減だと思っています。ああやだやだやりたくないよめんどくさいよそのままくっつけちゃおうかな。しばらく床でビタンビタンとだだこねていましたが観念しました。マジでウィンドウ用マスキングくらい入れとけよ。クリア塗装の1段階目が乾燥したので中研ぎしてみましょうか。このカウルは平坦に見えて案外デコボコしていたり、突起物が多数あったりで鏡面になるまで研ぐのはきつそうなので、吹きっぱなしで終えることにしました。いつもながらクリア層がカサカサの平坦になった姿ってなぜか愛おしいんですよね。ここに来てようやくシャシーやホイールを真っ黒にしてやりました。なんだか今回は手際が悪いですね。説明書をよく見るとシャシーの先端はグリーンに濡れとのこと。だからこういうところでカールにしろっつってんだろうがよ。
テンションだだ下がりですがサクッと塗り終えました。愛用の高級持ち手を装着する箇所がないので、あまりにも久々だったのでどこにしまい込んだのか忘却の彼方。散々探し回して、なのに最初に探していたところから出てくることの陰謀。デカールの隙間や足りなかった部分を補修しつつ、数年前に諦めたギターに再挑戦したり、時間があっという間に溶けてゆくのでございます。この年になると何もしない時間というのが本当に恐ろしく感じます。1988年、あなたは何をしていましたか？その一言だけで、胸の奥に長く眠っていた記憶が、古い引き出しの隙間から外手を伸ばしてきます。あの年の世界はどこかざわつきながらも不思議と希望をまとっていました。ベルリンの壁はまだ影を落とし、ソ連は揺らぎ、CD はカセットに別れを告げようとしていました。街角のブラウン管が放つ青白い光は、未来を夢見るには少し頼りなく、それでも私たちはそのかすかな輝きに救いを重ねていました。そして、紫に染まる夜。忘れかけていた興奮が不意に胸をかき立てます。思いもしなかった発見が静かに足元で光を放ち、時代の置き土産のように、あの頃の自分がひっそりと顔を出してきます。1988年の夜風は、散らばった感情のかけらを一つ一つ拾い上げ、気づけば今のあなたの足元へ、そっと並べてくれるのです。このレーシングマシンを見て人々は思い出します。欲望が駆け抜けた世界の急速な近代化と、その先で揺れ動いた自動車産業の歪みを映す、忘れられた灯火なのでございます。ジャガー XJR9LM 完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。